こんにちは、エマです。今日は皆さんからいただいた質問と相談にお答えする動画を撮りたいと思います。今日は3月21日なんだけども、昨日久しぶりに雪が降って寒いので、今日も温かい紅茶を用意しました。じゃーん。みんなこのキャラクター知ってる？ココ&ワンダラスギャング。私が小さい頃、私の持ち物のほとんど全てにこのキャラクターが入っていたと言っても過言じゃないぐらい、私はずっとこのキャラクターと一緒に生活してたの。文房具屋さんに行ったら、このキャラクターのグッズが大量に並んでて、このコップとお手紙セットと一年日記を買っちゃいました。で、中にはクスミティのホワイトアナスタシアティを入れてます。ぜひみんなも飲み物を用意してこの動画を最後まで見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速質問1つ目、自己紹介をお願いします。私は2003年の2月27日に青森県で生まれ育ちまして、大学進学をきっかけに札幌に引っ越してきました。今新卒2年目なので札幌に住んで今年で6年目になります。 MBTI をよく聞かれるんですけど、私の MBTI は INFP で、横の棒グラフが極端に左右に振り切るぐらい典型的な INFP らしいです。すごく内向的で、誰かと過ごすよりも休日は一人で過ごしたくて、読書、映画、音楽も好きだし、自然が溢れる場所で生まれ育ったので、よく休日は札幌とか北海道の自然が溢れる場所で、なおかつあんまり人がいない場所に行くのが好きです。今年やりたいことは自転車を買って札幌中をサイクリングすること。でも全然自転車のことがわからなくて、なのでおすすめのバイクがあれば教えていただきたいです。コメント欄で。はい。次の質問は、お仕事は何をされてますか？この質問がすごく多くて、なんか一言でこれっていうのはなくて、本業は英語を使った仕事、一日中パソコンに向かってもうカタ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 みたいな感じで作業をしてる時もあって、だから接客業とも言い切れないし事務系とも言い切れなくて、結構、不思議な仕事をしてます。で、もう一つはこういう SNS 活動で、これは本当に趣味っていう感じ。本当に私がやりたいのはどっちかっていうとこっち側、 SNS とかクリエイティブな仕事だから、今年はもっと力を入れたいなって思ってます。じゃーん。お菓子。私この2つのお菓子を多分1年ぐらいこの引き出しの中に放置してたんじゃなくて、旅行でどっちも買ったもので、こっちのモルティーザスに関してはもう私の大好物だから、食べるのがもったいなくて、日本にも全然売ってないし、でもったいないなと思ったら1年が経ってました。食べます、今日こそ。開けちゃいました。ついにもう食べるしかない。中にはこういうチョコボールみたいなのが一粒ずつ入ってて、中身はこんな感じ。なんかサクサクしてる。こういうのもちゃんとここに移さないと、私は多分1日でこれ全部食べちゃうから移します。さすがに入れすぎかな。食べちゃえ。じゃあ次の質問。エマさんが生きる上で大切にしていることは何ですか？難しい質問なんですけど、あえてあげるなら2つあって、1つ目は自分を大切にすること、2つ目は家庭を信じること。どっちも言葉にするととってもシンプルに聞こえるんですけども、それこそが大事で、本当に人生で崖っぷちに立ってる時とか、分岐点に置かれてる時とか、極限状態の時って、そのぐらいシンプルで短くて鋭く自分の中に刺さってくるようなワードじゃないと、きっと自分の心に響いてこないと思うから、私はその2つ
自分を大切にすることと家庭を信じることを大事にしてます。それぞれ一つずつ理由を説明すると、まず一つ目の自分を大切にするっていうのは、私がこの23年間の人生で自分を犠牲にし続けてきたっていう経緯があるからなんだけど、他人主体の生き方をしていくと、自分が何のために生きてて、自分にとっての幸せは何でっていう、そういう根底が揺らいでくるのね。なんか分からなくなるの。自分を犠牲にしてまでも周りの子を助けたりとか、自分でもういっぱいいっぱいになってるのに仕事を断れずに引き受けちゃったりとか、そういう自分の悪い癖が止まらなくなって、新卒1年目でとっても苦しくて、本当にオブラートに包むとこの世から消えてしまいたいって思う瞬間も何度も何度もあって、そういう日々を経験したからこそ、もう自分のためにそろそろ生きよう、もっと自分を大事にしようって強く思うわけだから、本当にすごく簡単なことに聞こえるかもしれないけど、自分を大切にするっていうのは私が一番大事にしたいこと。2つ目の家庭を信じるっていうのは、家庭はプロセスの過程ね。英語で Trust the Process っていうワードが私の SNS に大量に流れてきた時期があって、幼少期から将来はこういう生き方をしなさいっていう風に言われてきた私にとって、私がすべきことと私がやりたいことの間にものすごい乖離があって、この23年間何のために生きてるんだろう、生きてて楽しくないやっていう風に感じる瞬間がたくさんあったから、本当にうーってずっと悩んで、パッて全部が吹っ切れて、自分のやりたいことをやっていこうって決めたのね。その一つにこういう SNS 活動があるんだけど、正直やっぱり不安になるので、あれ大丈夫、私このままこういうことやってていいのかな、うまくいくかな、夢は叶うかなとかね、いろんなことを考えちゃうの。だけど家庭を信じることを大事にしてます。家庭を信じる、家庭を信じる、家庭を信じるってもう自分に洗脳するようにその言葉を投げかけるの。そうすると、あれうまくいくかも。まだまだ頑張れるなって思うので、はい。私はその2つの考え方を大事にしてます。次の質問。最近2年付き合った彼氏と別れました。とても辛くて毎日涙が止まりません。乗り越え方を教えていただきたいです。辛いです。辛い。私の大失恋エピソードとその時の乗り越え方を伝授します。役立つかわからないけど、私が最後に大失恋をしたのは多分大学1年生の秋だったと思う。大学進学で札幌に引っ越してきて、当時はコロナ禍で基本家にずっとこもってたのね。全部遠隔授業で、友達も家族も知り合いも誰もいないところから札幌での一人暮らしを始めたんだけど、ものすごい孤独だったのね。で、対面の授業が5月ぐらいにちょっとずつスタートしてきたの。その時は早く自立がしたくて、実家から半ば強引に札幌に一人で引っ越してきたのにもかかわらず、孤独だし、将来やりたいことももうわからないし、とにかく早くもう青森に帰りたいと思ってたの。その頃からちょっとずつ対面の授業が増えてきたのね。で、同じ授業を受けてるとある男子となんかいい感じになって、で順調に付き合ったのね。で、その孤独を埋めるようにその恋愛にのめり込んでいってしまったのね、私は。これが良くなかった。彼が唯一の私の心の支えみたいな感じになっちゃってて、だからその彼と別れるってなった時に、もうどうしたらいいのか全く分からなかったし、とにかく心がぽっかりと空っぽになってしまって、あの時は本当に辛かったね。で、別れたその日からずるずる引きずって、私はお母さんが仕事をしていない時はずっとこうやってお母さんに電話かけてたの。毎日毎回同じ内容のお話を永遠とお母さんにしてたの。もう辛い、これ以上いい人に出会える気がしない、これからどうやって札幌で一人で生きていけばいいのとかね、ずっと話してたの。じゃあどうやって私は立ち直ったのかというと、
やっぱり時間です。完全に立ち直るまでの間はこの世の終わりのような気分になったんだけど、大丈夫。私はその時自分に何ができるのかなって考えて、とにかく忙しく過ごせば忘れられるかもって思って、とにかくたくさんシフトを入れて、大学2年生3年生4年生の先輩と一緒に働いていて、私もこういう人たちになりたいってふと思い出したのね。私もこういう素敵な人たちになりたい。どうしたら自分がもっと一人の人間として素敵な人になれるんだろうっていうことに集中し始めて、そしたらいつの間にか恋愛のことは忘れてたし、立ち直りました。 100% 思い出さなくなるということは絶対にないんだけど、いい思い出だったなくらいに感じられる日がきっと来るから大丈夫。大丈夫。ちなみにその後ものすごい素敵な人と出会って、今でだいたい4年目くらいになるんですけど、全ては時間が解決してくれるし、また違った素敵な人がたくさんいるし、大丈夫なの。大丈夫。楽しかった思い出は忘れる必要はないので、その思い出を胸に前に進みましょう。少しずつ。次の質問。節約術はありますか？節約術はあります。一番簡単なのは、スーパーに行った時にその日の安いものを見つけてちょっと多めに買うっていうことで、例えばお肉って 100g150 円の時もあれば 100g100 円の時もあるじゃん。どうせなら 100g100 円の時に買いたい。だからこの食材今日安いっていう風に気づいたらちょっと多めに買うようにしてます。あとは同じものを繰り返し食べる。これもシンプルだけど結構節約には効果的で、毎回違う料理を作るといろんな食材が必要になるけど、毎日同じものを作れば食品ロスもなくなるし、ストレスも減る。次の質問。エマさんの読んだ中でお気に入りの本は何ですか？私今年の1月と2月にそれぞれ月ごとのお気に入りのもの紹介をしていて、本もそこで紹介してるんだけど、何紹介をしたいのはこのぐらいあります。改めて言うと、これが1月のお気に入りで、2月のお気に入りが和尾石黒の私を離さないでっていう作品。なんで私がこの作品たちが好きかは、1月のお気に入りのもの紹介の動画と2月のお気に入りのもの紹介の動画でそれぞれ話してるんだけど、他にも2冊あります。私はあんまりハッピーエンドの作品は読まなくて、この3冊もハッピーエンドとは言えない作品かなと思うんだけど、でもこれ全部面白くて、軽く読みたい人はこの2冊がおすすめ。柚木あさこさんのバターっていう本と高瀬淳子さんの美味しいご飯が食べられますように。この2冊は軽く読める。特にこっちの美味しいご飯が食べられますようにはすごく薄くて150ページぐらいしかないからさっと読める。忙しい日々の中で本を読みたいという方にはぜひこちらの1冊がおすすめです。で、しっかり読書したいという方には柚木あさこさんのバターがおすすめ。どっちの作品も食べ物がテーマに含まれてる作品です。だから食に関してもいろいろ考えさせられる。で、この和尾石黒の私を離さないでは読み終わってからもう暗い気持ちになっちゃう。いろいろ考えてしまうから気分が落ち込んでる時はあんまりおすすめしないけど、それでも人生で1回は読んでみてほしい作品です。もう一つ私がお気に入りの本が、いつも機嫌がいい人の小さな習慣。なんで私がこれを買ったかというと、私がいつも機嫌が悪いからではなくて、たまたま本屋さんに行ったらこの表紙が目について見てたのね。で、一つ今の私に刺さってきたページがあって、エレベーターや電車などで我先にと押しのけていく人が多い中、お先にどうぞと譲ってもらえると気持ちがほっこりします。お先にどうぞが習慣になっている人は人をいい気分にさせてくれますが、実は自分がもっといい気分になれると分かっている人です。で、ここに書いてます。私エレベーターに乗っててちょっともやっとすることがたまにあるのね。エレベーターに私が一番最初に乗って、後ろから続々と人が乗ってきて、で最後に乗った人が
最初に降りるじゃないですか。でその時ありがとうございますとか軽く会釈してくれる人がいる中で、当たり前のようにスマホをこうやって触りながらなんか出ていく人のことを見るともやっとしちゃうの。私が時間に追われてる時とか、あと心に余裕がない時とかにってなっちゃうの。そんな時にこのページを読んで、この本は今の私に必要だと思って買ったの。でたまに寝る前に読んでて、普段生きててなかなか思い出せない大事なことが書いてるから、自分にリマインドするっていう目的で読んでます。次の質問。エマさんが好きな言葉は何ですか？私の好きな言葉は大丈夫大丈夫です。大丈夫っていうこの5文字に私の人生何回助けられたかわからない。もう明日仕事行きたくないな、辛いな、楽しいこと全然ないな、ってなることもある、たくさん。だけど大丈夫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 って言ってると大丈夫な気がしてきます。高校生の頃部活でチアリーディングをやってて、私高所恐怖症なのに一番高い位置トップっていうポジションをやっていて、怖い、宙に行くだけでも怖いのにそこで技を決めなきゃいけないとか、もう本当に怖くて怖くて、でもそういう時も大丈夫大丈夫って言い聞かせてて、とにかく大丈夫はどんなシーンでも使えるパワーワードなので、不安な時はぜひ大丈夫口ずさんでみてください。次の質問。今まで行った国の中で一番のお気に入りはどこですか？難しい。やっぱりでも私が行って一番好きだったのはスウェーデン。スウェーデンに大学4年生の5月から6月までの1ヶ月間滞在してて、その時はミッドサマーって呼ばれる時期で、朝の3時から夜中の10時11時頃まで明るいの。その頃いろんなことで辛くて追い込まれてた時期だから、綺麗な自然に囲まれながら1ヶ月滞在して、本当に心が満たされた。でもフランスも楽しかった記憶があります。フランスは観光名所がたくさんあるし、美味しいご飯屋さんもそこら中にあるから、本当に素敵な思い出だったなって思う。円安だから1食4000円とか5000円とか平気でしちゃって、1週間滞在していたうちの半分ぐらいはスーパーで買った食べ物を食べるっていうのをやってたんですけど、普通に観光するならフランスがちょっと危険だけどとってもおすすめということで、皆さん質問や相談送ってくださってありがとうございました。今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。4月は東京旅行とか本当にいろんな予定が詰まってるので、その動画も楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。